私のコーヒー遍歴、このコーヒー器具の冒険の過去を話しながらちょっと入れていきたいなっていうふうに思います。ちなみに使う豆はコストコーヒーさんのミディアムローストのルアンダーを使います。まず私がコーヒー好きになったのが今から6年前ぐらいなんですけど、その時ってもちろんこのフェローとかバリアなかった時なので、厳密に言ったらあったんですけど、日本でまだ買える状況なかったので、もう本当にその時にこのコーヒー器具探しっていうのはめちゃくちゃ私苦労して、特に白が欲しかったんですよね。私は白で揃えたかったんですけど、コーヒーをこうやる人ってやっぱり男性が多いからか、コーヒー器具もなんかそういう男性が好みそうなデザインのものが多かったんですね。すごいお金出しても見た目が好みなものっていうのはなんか買えない状況にあったんですよ。なんかコーヒー家でも入れたいし、その時コーヒー屋で働いてたか大学生ぐらい時だったんですけど、コーヒー器具は欲しいけどなんかほんまにこうデザインとして気に入るものがないみたいな状況やったんですね。コーヒー始めて1年ぐらいかな、もうそういう状況で買えなかった時に、このフェローっていう今使ってるこのケトルのブランド、このブランドなんですけど、このフェローが海外でやったら買えるみたいな状況で、なんか私コーヒー屋で一緒に働いてた人が一人アメリカ行ってそれ買っててめっちゃ羨ましいって思った記憶があるぐらいなんですけど、そっからさらに1年後ぐらいかな、このフェローがクラスさんで買えるようになってすぐに買いに行ったのを覚えてますね。正直安くはないです。コーヒーのドリップケトルとしては安くはないですけど、デザインが良くってさらに白っていうのがこれ以外になかったので、デザインが高くてもこれ一択っていう感じでその当時買ったのを覚えてます。いただきます。結構クリアな味になりますね。すごいこのスペシャリティコーヒーの個性っていうのがより出るようになってますね。すごい。グラインダーはこのバリアが出るまでは見た目が気に入ってないけど、性能としては使えるしいいかなみたいなものを使ってました。機能も見た目もこう気に入るっていうものがなかった時代がずっと続いてたんですけど、そこに現れたのがこのバリアなんですよね、私にとって。でこのバリアはいつや2022年のコーヒーの大きい祭典の SCAJ っていうイベントがあるんですけど、そこで初めて発売されたんですよ。見た目も可愛いし、で機能もすごく評価が良かったんで、これは欲しいかもみたいな思って、ちょうどその時東京に引っ越したタイミングでもういろいろ家具とかも買って、初めての一人暮らしだったんでお金もない中 SCAJ に行ってこのグラインダーを買ったっていう思い出がありますね。安い買い物ではなかったですけど、もう今でも使ってるぐらいもう愛用してる商品になるので、私からしたらこのクラスさん海外のコーヒーの器具をこう日本でも販売してくれるっていう、しかもデザインのいいものを販売してくれるんです。今までそのコーヒー器具欲しいけどなんかデザインが気に入るものがないみたいな思ってた私にとっては神様みたいな存在やったんですね。でそういった面でも大好きなブランドですし、京都でコーヒーやってたのでクラスさんはもちろん存じてて、京都のコーヒー屋といえばウィークエンダーとクラスみたいなとこがあるぐらい本当に憧れのコーヒー屋さんで、今回こうやってギフティングいただけて本当に嬉しいです。Vlog を始めた時にちょっと密かに思ってたのが、前アケンでやらせてもらったポストコーヒーさんとか、あとこういう
器具も販売されてるKurasuさんとかから案件とかいただけるようになったらなんか嬉しいなというか、そういう風になれたらいいなって始めた頃に思ってたので、なんかもうそれが今叶ってすごい嬉しい気持ちになってます。達成感もありますし、びっくりしてる気持ちもあるんですけど、自分でこんなお声掛けいただけると思ってなかったんで、案件とかをいただけるのも本当に見てくださる皆様がいるおかげなので、本当にいつも見ていただきありがとうございます。何かの動画のテロップでも言ったかなって思うんですけど、私は本当にコーヒーによって人生が救われたというか、コーヒーによって幸せをもらえてる人生なので、なんかコーヒーから私がもらった幸せを他の人にも私のこういう Vlog とかを通じてコーヒーの魅力っていうのを知ってもらえて、なんか日々の癒しとか、それこそ生きる幸せの一つとして見つけてもらえたらすごく嬉しいなっていうふうに思ってるので、私がこういう商品とか紹介して、なんかそういった一つのきっかけみたいになれたらすごく嬉しいなっていうふうに思います。コーヒーを飲みながらコーヒーについて語ってみました。いつも見てくださってる皆様ありがとうございます。今回お声掛けいただいたKurasuさん、本当にありがとうございます。もうこれでまた一段階私のコーヒーライフが豊かなものになりました。いつも素敵な製品を販売してくださりありがとうございます。これからも大ファンです今回もう一個いただいて、それがこのフェローのタンブラーです。もともとフェローのタンブラーはKurasuさんで購入して愛用してたので、今回もともと持ってるやつとはまた違う形のタンブラーをいただきました。かわいい。色はミントチョップかわいい。ストローがついてるタイプで470ミリ入る大容量のタンブラー。フェローのタンブラーの何がいいかって、一番はこの圧倒的なデザインの良さなんですけど、これ保温保冷機能もめちゃくちゃすごくて、私は会社にコーヒー持っていくのにフェローのタンブラー使ってるんですけど、朝持ってって退勤の時まで氷全然残ってるぐらい、ほんまに保温性もすごいタンブラーだと思います。かわいいっていうか、これめっちゃかわいい。ここにフェローって入ってるのもめっちゃかわいい。